ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだケンタ兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃんって話だったんだよ。すごいよね。っていうかさ、最近職業擬音ゲームっていうのを考えたんだけど、なんだよそれ。ちょっとやってみない？わけわかんねえよそれ。なんだよ。この世にある全ての職業って何かしらの擬音で表せると思うんだよ。そんなことあるか？あるある。だからお互いに職業を言い合ってそれに合った擬音で返し合うっていうゲームなんだよ。やってみない？もうちょっと面白そうだな。やろう。いいぞ。オッケー、じゃあいくよ。職業擬音ゲームイエーイ。ゴルフボールダイバー。なんだよお前。ゴルフボールダイバーって何？お前ゴルフ場の池に沈んだゴルフボール回収するお前仕事だよ。知らねえのかお前。いや知らないよ。あれ潜って取ってるのかお前。いや潜るで言うとじゃあボコボコ？お前いいじゃねえか。ボコボコか。そうだよ、ボコボコでいい。ボコボコ。オッケー、じゃあ改めていくよ。お職業擬音ゲームイエーイ。ゴルフボールダイバーボコボコ。大工さんトントンアマさんボコボコ。プログラマーカタカタ潜水士ボコボコ。いや全部潜水してんだよ。お前潜ってなんぼだろう。いやもっと幅広くちょうだいよ。いくよ。しょうがねえな。おいいぞ。職業擬音ゲームイエーイ。殴られやボコボコ。だから結局ボコボコになってます。ボコボコが好きなんだよ。もうやめよう。おとなしく掛け声だけ教えて。お前早いなお前急に。お前なんだお前ちょっと今からっていう感じじゃなかったのかよお前。俺はもう終わったよ。しょうがねえな。ボコボコしか言ってない。もうじゃあ掛け声教えてやるよ。はい、今日の掛け声はこれだ。オンアオウオオアウエアアアアイオオアアオンアオウオオアウエアアアイオオアア。わかったか？これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さんまもなくです。お前もう番組始まんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。コンパ開催されるとシャンパンの海に潜るな。スパイエアマサラカ。スパイエアマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカ。スパイエアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である日本、福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアマサラカお送りしていきます。陽介さんそうなんですね。知らないよ。知らないよ。シャンパンの海に沈んでいくんですよ。全然違うよ。何だったんだよ今職業擬音ゲーム。いや全く分かんない。どんな職業もなくてはならないものだなっていう、いやいいこと言ってたのにその路線行くと思わないじゃん。本派の話してないようちにもということで、はい、日付変わって今日ですね、はい、11月23日勤労感謝の日です。ああなるほど。1948年に国民の祝日として、勤労をたっ飛び、はい、生産を祝い、国民お互いに感謝し合うことを目的に制定されました。なるほど。身近にいる方やプレゼントも送る方も多いそうで、入浴剤などが人気だそうです。ああなるほど。そして勤労感謝の日は2025年最後の祝日なので、はい、休みをかみしめながら過ごしたいですね。はい、ちなみに勤労感謝にあやかってねぎらうから小ネギ記念日などにも制定されています。ちょっとあやかりすぎじゃないこれ、ね、それはね、勤労感謝されないそのあやかりは小ネギ農家の方はまあねぎらって、そうだよ、のみですね。はい、お便りいただいてます。はい、ありがとうございます。ラジオネームパットさん。はい、ありがとうございます。こんばんは。先日電話相談のコーナーで相談させていただきありがとうございました。大人になるために必要なことや、10代のうちにやっておいた方がいいことを、お兄ちゃんのような世代の陽介さんと、かなり若いお父さん世代の健太さんの2人から聞くことができてとても参考になりました。
あ、僕は今中高一貫校に通っていて、めっちゃできてる子だったよね。そうそうそう、この子ね、高校生でありながら中学校の部活野球部の学生コーチをしています。すげえ。お電話でご相談させていただいたのが7月の下旬なので、その後夏休み期間にあった大会で自分の指導しているチームが全国大会に出場することができました。おめでとう。すごいね。すごい結果が出た時はとてもやりがいを感じることができましたし、誰かをサポートすることの大切さも感じることができました。これからも10代にしか味わえない感情気持ちを大切にして、スパイの音楽と一緒に成長していきます。ありがとうございます。 PS、全国大会が佐賀開催だったので、試合終わりに陽介さんのスレッズでお聞きしたおすすめスポット、佐賀県ちゃんぽんに行ってきました。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。いいですね。すごいね。よかったです。佐賀県ちゃんぽんめちゃくちゃうまいんだよ。そうなんだ。行ったことないわ。なるほどね。全国大会佐賀に行ったんだ。いや素晴らしいね。もうね10代からそれ味わってたら大丈夫よあなたは。いやほんともう、成人も大丈夫ですよ。一個気をつけることがあるとすれば、こんだけさ、要はその今の時期から、要は下の子を育てるっていうさ、そのなんだろう感動とか、そういうやりがいを感じてるわけじゃん。だからそこをこうなんて言うんだろうな、こう逆手にとって悪さしてくるやつらもいるから、大人って悪い大人もいるから、そうだね。あまりに多分ねパッドさん優しいからすごく、この感じそこだけはちょっとアンテナを張っとくぐらいかな。大人は基本疑おう。そうなるとなんかちょっと話変わってくるな話変わってくるんだけど、いやいい大人ばっかじゃないよっていうのだけ頭に入れといてもらえれば。確かにね、そういうところになんかそういう意識がちゃんとさ向上心のある方につけ込んでね、来る人もいるから。いやもうね、もうそのまま本当にそのまま感性を大事にしながら、自分の直感とか、いやもうめっちゃすごい大人になりそう。そうね。いやそのまま頑張ってほしい。頑張ってほしいですね。頑張ってください。これもう一回もう一回いきましょうか。ラジオネームあやぴさん、陽介さん、けんとさん、こんばんは。先日右下の親知らずを抜きました。歯茎に埋まっている上に横向きに生えており、たびたび痛みや腫れが出るので、これは年内に解消しておきたいと思い抜歯することにしました。大学病院でレントゲンと CT を取ったところ、なんと根っこが90度曲がって生えていて、頬の神経に近いところでカーブしているとのこと。珍しいねと言われながらドリルで削りつつペンチで割り引っこ抜くを繰り返して少しずつ抜いてもらいました。術中の顎に伝わる骨の震えが今でも忘れられません。お二人は親知らずを抜いたことありますか？珍しい生え方をしていた抜歯の際のエピソードがあればお聞きしたいです。なかったら今年中に解消したいことを教えてくださいと。いや僕はありますよ。親知らず僕はね90度には曲がってなかったけど、真横に生えてたんで、多分同じです。これ4分割にして割って砕いて引っこ抜いてっていう骨に伝わるゴリゴリゴリっていう音は今でも忘れません。親知らずは生えるから親知らずっていうの、成長するから親知らずっていうの。親知らずって歯ってさ伸びないじゃん。もうでも親知らずは神経がないんだよね、親知らずってまずで。そもそも昔に使われてた歯なの、でそれがいらなくなったから、今の人は要はこの顎がちっちゃくなって、不要な歯になったから、そこに神経がなくて、でも昔の余韻で、昔でも太古の昔ね、人が生まれてからで、それがこう余ってるっていう説だよね。そうだからいらないんだけど本当は。でも残ってるから、本来はその成長しない人は成長しないの、なんだけど成長しちゃう人は抜かないと、要はその使ってる歯を圧迫して、歯の位置が悪くなったりとか、歯が寝てきちゃったりとかするから、あと虫歯になっても神経がないから分かんない、だからそれがこう移っていっちゃう。じゃあ基本見えないんだ。だから歯茎に埋まってて出てこない人は出てこないじゃん。出てこない。じゃあもう多分大丈夫な人だとは思う。でもあったよ、レントゲン取ったらでしょ、でもそれが真横とかに生えてたりして、そのままこう寄ってきちゃうことがあるんだよ、内側に、なんかこっちはね、右下は真横に生えてた、でもそれがだから痛みとかになってないなら大丈夫。ちょっと痛ってなったらもう抜いた方がいいんだ。だから視神経にそれがだから圧迫されちゃう、圧迫したりしてるから、そういう時は抜いた方がいいか。なるほどね。いやでもほんとね、なかなかいやよく頑張りましたですよこれはね。結構ね相当晴れたね。えぐいからね。お疲れ様です。お疲れ様でした、番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。
メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでチェイス・ダ・シャインでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。Het gaat over een vriend。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らはあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。どうだろう。ヘッドスパオールフリッツって言ったなんだろう、どこ？オランダでした。わからんわわからんよ。ヨーロッパっつってもさもうはい、今週もいただいてます。ラジオネームスコープさん。はい。健太先生、こんにちは。毎週楽しく聞いてます。今日は僕の友達の話を聞いてください。はい、友達は親友の結婚式でスピーチを頼まれました。式の前日、練りに練った完璧なスピーチが完成。原稿も用意してバッチリ。そして本番、マイクを持って前に出て、ただいまご紹介に預かりました。新郎の友人のスコップですって言って原稿を見たらほとんど真っ白。プリンターの不調で綺麗に印刷できてなかったようで本当に薄く書いてあるのは確認できるけど、読むことは難しい感じ、言いながら必死に思い出そうとするけど緊張で頭真っ白、新郎とは高校からのお付き合いででなんとか話し始めたけど完全にグダグダ、エピソード飛ばすし言いたいこと忘れるし、最後は、とにかくお幸せに無理やりまとめました、拍手はもらったけど明らかに微妙な空気、新郎には後でごめんスピーチ下手で謝ったら、いや気持ちは伝わったよって優しくフォローしてくれました。でもビデオに残ってるあのグダグダなスピーチ一生の黒歴史です。あくまでも友達の話です。いやいいあれだけどね、確認しろよ。いやでもね、いやそう俺も思ったの。これ最後の最後爪甘いじゃん。スコープ原稿はさ、自ら持ってくわけでしょ。そうだね。いやでもさ、もう考え抜いて、最後パソコンから、コピーっつって、ペンって押して、ウィーンって出てきて、はーってなって折りたたんじゃったこれで完璧だっつって。ダメだね、爪は甘いね。まあでもね、いやいい思い出だと思うよ。いや確かに結婚式、多分こういう空気がちょっとないと緩まないよね多分。なんかさ、やっぱ完璧にこれこなしてたら、やっぱ完璧にできたで終わってると思う多分。でもあれ最悪だったなって思うものってやっぱこびりつくじゃん。やっぱその失敗が多分仲間内の中で一生話せるネタになるし、これはねいいネタを作ったと思うよ。ちゃんとビデオにも残ってるし。そう、でそれを多分60とか70になって、あの時はみたいな。そうで見直した時にゲラゲラ笑えるからだ。いやいいと思う。いい思い出じゃない。いい思い出ですよこれは。ね。嫌なのは本人だけなんで。確かに。周りは楽しい、これは。まあでもね、いいネタができました。できました。いやお幸せにですね、友達の親友君。続いてラジオネームしおりさん。はい、健太さん、陽介君、こんばんは。友達の話なんですけど、友達が虫歯治療で歯医者さんへ行った時のこと、治療中は口を開けっぱなしで先生が歯を削っているそうなんです。その中突然吐き気が、多分喉の奥に少し水が溜まったのが原因、やばい吐きそうって思って必死にって声出したんですけど先生はもうちょっとですからねって全然気づいてくれない、限界が来て手を振って必死にアピール、やっと気づいた先生が手を止めてくれたんですが時すでに遅し、口を開けたままでっかい声でうえ何も出ませんでしたが、病院には友達のバカデカ声のおえが響き渡り診察室を出るときは本当に死ぬほど恥ずかしかったそうです。もう病院に行くのは恥ずかしいし虫歯放置してやろうかなあくまでも友達の話です。放置はダメだよ。放置はやめときましょう。はい。別の病院を探すでもいいんで行きましょうね、それはね。いやでもこれしょうがないよな、口ってな。でもさ、歯医者さんはそういうこと多分しょっちゅうあってるよ。大丈夫だと思う、それは。俺だって歯医者の治療ですごい嫌だから痛いのが、ほとんど麻酔してもらうんですよ、ほとんどの治療、で最初の方
麻酔をするときにずっと麻酔って痛くないかどうかを聞いてて、先生に、うんこれ痛くないですか、うんやばいっすか、うん痛いっすかつって、で不安すぎて、うん麻酔をするときにこう手を握りすぎて、うんこの手のひらに爪の跡がつくぐらい握ってたの、はいプルプル震えながら、うんそしたらその終わった後に、うん大丈夫でしたかって心配されて、うんね、まあ大丈夫でしたっつってお会計するじゃん、うん大丈夫でしたかって言われて、うんうん俺が多分ずっとうん痛くないですか大丈夫ですかっていうのをいいに響き渡ってたらしいだからねもうしょうがないそれはしょうがないもう大丈夫歯医者さんやっぱ苦手な人多いから、そうう、んもうねそのいいんでは話題になってるかもしれない、うんおえってうんただもうそれはもうねしょっちゅうですから、しょっちゅうだから、大丈夫です大丈夫です笑い話にしてくれます、うん歯医者さんは。こんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください、僕らは決してあんたの話でしょうなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください、はい、それでは今日はラジオネームしおりさんの友達の話の、虫歯からこちらを選曲しました、はいBring Me the Horizon でシュガーハニーアイス&ティー。虫歯になりそうな曲だよね。スパイエアのマサラカ。お送りした曲は Bring Me the Horizon で Sugar Honey Ice and Tea でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。はい、今週もたくさんお悩みいただいてます。はい、ラジオネームリオさん、おざす。陽介くん健太さんお悩み聞いてください、はい、私美容師さんとの会話が苦手です、うんお仕事何されてるんですか、うん彼氏いるんですか、うんって聞かれても答えづらいし、うんでも無言も気まずいし、はい今日は話しかけないでくださいっていうのも失礼ですよね、うんどうすればいいですか。二人は美容師さんとどう接していますか。あーどうしたいやいや面白いよね、うんこれ難しいよね確かにね。でもなんか俺はもう最近はさ、もうずっと同じ人に切ってもらってるんだけど、昔はやっぱその初回限定クーポンとか安いじゃん、だからしょっちゅう違うとこ行ってたから、これあるんだけど、我慢するしかない。あそこのねもう話すしかない。話すしかない、話すしかなくて、一個作戦があって、こっちから追加で話題を振らない、ああなるほどね、うんもうバスバスっとその答えてそう切っていくってことね。質問に答えていくだけ、はい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 。なんかなるほどねそう例えばなんかうん今学生さんですかみたいな、うんああそうなんです、どこどこ通っててとか言わない、あそうなんです。そうなんです終了。終了あなるほどね。そうかな。まあまあそそしたれしからないよ向こうもね向こうもあ察するね。察して、うんあこの人あまり話苦手だなっていう確かにだからうん多分それからも最低限しか聞かれない、はいかゆいとこないですかぐらいしか聞かれない。でもさ、その今はあれだと思うけど、うんこの要はスパイアっていうのに入って、うんでプロとしてやってるわけじゃん、うんそうなるとまたさ変わるじゃん、うんうんうんまた新しいところっていうか違う人にうんうんもう自分でこう開拓したいって思って行った時に、うんお仕事何されてるんですかって聞くとさ、うんその行くかどうかもわからない次うんうん美容師に、うんその自分がスパイアのボーカルですっていうのもなんかあれ違うじゃん、うんうんっていうさジレンマが生まれるじゃん俺らって。そうだね、歌やってますって言うと、何ですかみたいな、もうそれもめんどくくさいじゃん。もうこれは一択よ、IT ですってでそうなるよね。で俺もそうなのよ。パソコン関係やってます架空の職業をどこまで嘘つけるかゲームをやってる。確かに俺はいや次行きそうだなって感じあったら、まあまあね。そう言うけど、そうだから本当の職業言うの俺多分3回目とか。そうだね、そこまではもう架空の職業を嘘つき通せるかゲームをやる。確かに1回よくて2回目行って2回目でちょっとってなった時に、うん2回目で言っちゃうとそうなの次もアエリオネ的なムーブ出されるそうからだから困るからね。あれはそうだから言わないだからなんかゲームしてもいいかも自分の中で。あ美容師美容室バーサス美容師そうだから架空の設定を作って自分で。で、まあ、2回3回目あるなって思ったら3回目で実はゲームしててつってでそしたら多分ねその美容師もおもろってなると思うから確かにね、それ話弾むと思うんだよね。うん、全部嘘でもう塗りつぶしてみる自分を。確かに
まああとはもうこっちから話題を振らないね、うん、はい、続いて、はい、ラジオネームセニョールさん、はい、こんばんは。もうかれこれ数年ほど洗濯すると必ず靴下の片方がなくなります洗濯機の中にも乾燥機にもないし、どこに消えるんですか、もう諦めて最初からバラバラの靴下履こうかと思ってますみんなどうしてるんですかみんな普通にしてるよいや俺でもね解決法があります、うん、同じ靴下を買うずっとずっとね、でも俺はシーズンで分けてて、うん、だいたいね、何足かなあれ3、6だから10、まあ、15ぐらい15足ぐらいセットで買っとくと、だいたい1年ぐらいいけんのよ、だからそのぐらいの量をボンって買って、それしか履かない。そうすると片方どっか行っても全部一緒だから、関係ないのよ片方とか。でもほら、変えたい時あるじゃん。どういうこと？例えばちょっとフォーマルなあれで革靴履くからやっぱ黒の靴下じゃないといけないとか。でも黒買っときゃいいんだよ大体。でもほらちょっとさ、クロップドのパンツ履くからやっぱちょっと白の靴下ちょっと見せたいみたいな。いいよそんなのもうじゃあ白く塗っとけよ黒で基本ベース買っといて、そういうこれは、もう干す前、そっか乾燥機してるのか。まだどっかなくしてた多分。で意外と洗濯機の裏に入ってる裏に落ちてることよくある。ある。俺洗濯機変えた時に3足出てきた。いやそれはお前ここにいたのっつって。まあ確かにやるかもね、一気にバーって入れちゃったりするとね。どうかね逃げてくんねあいつら。俺はだから洗濯カゴの底にある時はたまにはい張り付いてたりね。そうじゃあ俺洗濯カゴに俺は乾燥機ついてないから外干ししてんの、だから洗濯機を洗濯物脱いだらとりあえずカゴに一旦入れるわけ。なるほどね。でそのカゴの中に洗濯ネットとかも入れてるわけ。だからその洗濯ネットの下に入り込んでたんだ。入ってたりとか。なるほどね。でたまにある、あれなんで一足こいつ俺絶対2つまとめてなんていう洗濯バサミにね洗濯バサミ挟んで干すタイプだから、そうだから俺はないな。まあでもいいかもね、同じ靴下しか買わない。同じ靴下しか買わない。俺は無理だけど、もう俺はもう基本的には同じ靴下しか買ってない。今日薄いなこれ。はい、ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。お願いします。今日みたいな小さなお悩みから、小さくないよ、大きいよ結構。ちゃんとみんなでかいんだよ。悩んでんだよ。美容師さんの話はまあじゃあ靴下も悩んでんだよ。俺も何回もあれどこ行ったってなったから。はい、たくさん気わず送ってみてください。お願いします。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでレイジオブダストニューバージョンです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。SNS じゃねサブスク解禁された曲ですよね。そうですね。今までは限定の CD の中にしか入ってなかったですよね。そっかこれが噂のあれですよ。ワンコーラスだけ撮ってたやつ。違うわ。違う、俺がオーディションの一環と思って撮った声でございます。そうだね。機能戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ放送開始から10周年ということで、おめでとうございます。レイジオブダストニューバージョンも配信スタートしております。皆さんぜひ聴いてください。お願いします。そして、来年の2月15日東京立川ステージガーデンで開催される、こちらも、10周年記念イベントですね、オルフェンズの、鉄火の祝祭に出演決定してます。よろしくお願いします。その他にも来年は、バディツアーの振り替えや、全国ツアーも決まっているので皆さんぜひ遊びに来てください。いやここでさ言っていい、もう俺がすっごい一番嫌いではあるんだけど毎年言いたくなる言葉を言っていい？はい。今年もあと1ヶ月ですね。そうですね。はい、ラストね1ヶ月皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。
です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということで、この時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。